1973年、日本のスーパーからトイレットペーパーが消えたあの恐怖が今また繰り返されようとしているのだ。待って、それって50年以上前の話ですよね。今また同じことが起きるってどういうことですか？しかも今回は食品に直撃するって聞いて怖くなりました。今から48時間以内、ホルムズ海峡が封鎖されたままなら日本の食卓は大きく変わる可能性があるのだ。トランプ大統領がイランに突きつけた最後通牒の話をするのだ。ミドルイーストアイとチャネルニュースアジアによると、トランプは4月6日を期限としてイランに海峡を開放しなければ地獄を見せると警告したのだ。ホルムズ海峡って名前は聞きますけど、実際どのくらい重要なんですか？日本と直結してるんでしょうか？まず基本から押さえておくのだ。ホルムズ海峡というのはイランとオマーンの間にある幅約40キロの水道なのだ。ここが世界の石油輸送の引港部と呼ばれていて、世界の石油供給量の約5分の1、つまり毎日約1700万バレルがここを通過しているのだ。日本が輸入する原油の約9割もこのルートを通っているのだ。日本の原油の9割がそこを通ってんなら、封鎖されたら日本が一番困る側じゃないですか。アメリカより日本の方がこの問題の直撃を受けませんか？その通りなのだ。でも話はもっと複雑なのだ。今から53年前の1973年、全く同じ構造の危機が起きたのだ。第4次中東戦争に橋を発したオイルショックで、アラブ諸国が原油の輸出禁止を決めた。日本では石油が手に入らなくなるという恐怖から、スーパーでトイレットペーパーや洗剤が買い占められ、物価が年間23% も上昇したのだ。今回と1973年の最大の違いは2つあるのだ。1つ目は、当時は輸出制限だったのに対して、今回は海峡の物理的な封鎖という点なのだ。迂回ルートが使えない。もう一つは、当時は日本に石油備蓄がほぼゼロだったが、今は国家備蓄が約90日分あるのだ。ただし、封鎖が90日を超えたら話は変わってくるのだ。90日って、ちょうど夏の終わりまでですよね。暑い夏を乗り越えれば、という感じに聞こえますけど、そもそも90日間封鎖が続くこと自体が現実にあり得るんですか？海峡を船で突破しようとする国とか出てきませんか？鋭い問いなのだ。実際、イランの封鎖能力には限界があるという見方もあるのだ。ただし今回のトランプの発言は単なる警告じゃなかったのだ。ミドルイーストアイによると、トランプは自身の SNS、トゥルースソーシャルで、テヘランへの大規模攻撃で、イランの軍幹部の多くが命を落としたと投稿したのだ。つまり、すでに攻撃は始まっているのだ。ここで各メディアの報道姿勢の違いを見てほしいのだ。NYT はテヘランへの空爆と行方不明の米兵を同時に大きく報じて、戦争の長期化リスクに焦点を当てているのだ。一方、チャネルニュースアジアはトランプの最後通牒とイスラエルの動きを並列で報じていて、米イスラエルの連携という角度を強調しているのだ。ミドルイーストアイはイランが、イスラエルの発電所2機を攻撃目標リストに追加したという情報を取り上げているのだ。メディアによって見え方がこんなに違うんですね。でも、イランが発電所を攻撃目標にするって、それって戦争がどんどん広がっていく流れじゃないですか。停戦の可能性はゼロなんでしょうか？LA のシオンが伝えたイラン軍の声明が象徴的なのだ。トランプの最後通牒に対してイラン軍報道官は、無能で神経質、不均衡で愚かな行動だ、と一蹴したのだ。そしてイラン側は逆に、彼らに地獄の扉が開く、と言い返したのだ。これはクラスの喧嘩に例えると、先生が、今すぐ謝れ、さもないと言ったら、相手が、お前こそ謝れ、と言い返した状態なのだ。表面上は両者とも退けない状況に追い込まれているのだ。でも僕の見立てでは、この、メンコの衝突の裏にもっと構造的な問題があるのだ。イランにとってホルムズ海峡は最後のカードなのだ。核合意が崩れ、経済制裁で追い詰められてきたイランが、封鎖というカードを切ったのは、交渉の道を完全に閉ざされたからという側面があるのだ。この話、実は日本の食卓に直結するトリガーになるのだ。ここまでの話を整理すると、トランプが48時間の最後通牒を出して、イランは拒否。すでに空爆が行われていて、両者とも引けない状況になっている。で、日本の備蓄は90日分あるけど、それを超えたら話が変わってくるということですね。では具体的に日本の食卓への影響を試算してみるのだ。輸入小麦の価格を例にとると、現在の小麦の国際価格は原油価格と強い相関があるのだ。原油が 10% 上がると、物流コスト上昇で輸入食品全体が3、5% 値上がりする傾向があるのだ。ホルムズ封鎖が長期化した場合、原油が現在の 1.5 倍から2倍になると試算した場合、食パン1斤が今の220円から250、270円になる可能性があるのだ。食品全体で見ると、
4人家族の月の食費が平均7万円として、5% 上昇で月3500円の増加。年間にすると4万2000円の家計負担増なのだ。しかもこれは輸送コストだけの計算なのだ。輸入食品そのものの原産地がイラン周辺ではなくても、タンカーで運ぶ石油の価格が上がれば、農業機械の燃料コスト、肥料の製造コスト、冷凍保存の電気代にまで波及するのだ。年間4万2000円って、地味にきついですよね。しかも食費だけじゃなくて農業全体に影響するって、国内産の野菜まで値上がりするってことですか？日本産を買えば安全と思ってたのに、それも崩れるんですか？そうなのだ。農業も石油なしには動かないのだ。トラクターも、収穫機械も、温室の暖房も全部石油だからなのだ。面白いのがドイツの反応で、ハンデルスブラッドによると CDU、キリスト教民主同盟が食料品の消費税をゼロにしようという議論を始めたのだ。イラン戦争の影響で食品が値上がりするなら、税金を下げて国民を守れ、という発想なのだ。日本ではそういう議論がまだ表に出てきていないのが気になるのだ。私の個人的な意見を言っていいですか？このニュース、ほとんどの人が、中東の話だから自分には関係ない、と思ってるんじゃないかと思うんですよね。でも食費が年間4万円以上上がって、国内産野菜まで影響を受けるなら、もう完全に自分ごとじゃないですか。政府が対策を議論するより前に、私たちが知っておくべき問題だと思います。全くその通りなのだ。さらに食品の問題に加えて、子育て世代への影響もあるのだ。輸入食品の値上がりで、給食費の引き上げ検討がすでに一部の自治体で始まっているのだ。子供一人の給食費が月500円上がれば、年間6000円。それに食費の増加分も加えると、子育て世帯は年間7、8万円の負担増になる計算なのだ。氷河期世代の40代は教育費と食費のダブルパンチを食らうことになるのだ。冒頭で1973年のオイルショックの話をしたのだ。あの時、日本政府が最初に取った対策は、節約の呼びかけ、だったのだ。ネオンサインを消せ、週1回は店を閉めろ、という対策だったのだ。今回も同じことが繰り返される可能性があるのだ。でも違うのは、今の日本の家庭にはもうすでに節約する余地がほとんど残っていないという点なのだ。コロナ以降の物価高で、すでに支出の限界まで削っている家庭が多いのだ。では、これからどうなるか、僕の個人的な見立てを正直に言うのだ。今後1ヶ月のシナリオは2つに分かれるのだ。シナリオ A は、トランプの圧力と空爆でイランが実質的に折れ、海峡が再開放される。この場合、原油価格の上昇は一時的で、食費への影響は限定的になるのだ。シナリオ B は、イランが徹底抗戦して海峡封鎖が長期化する。この場合、日本の備蓄90日に対してカウントダウンが始まり、3ヶ月以内に食品価格は5、10% 上昇するのだ。どちらに近いと思いますか？先輩の個人的な読みで。正直に言うのだ。歴史を見ると、こういう、期限付き最後通帳、ワイと外交的な折衷点を生むことが多いのだ。1962年のキューバ危機でも、米ソ両方が一歩も引かないように見えて、最終的には裏の交渉で解決したのだ。でも今回は、すでに空爆が始まっているという点が1962年とは違うのだ。一度血が流れると、撤退は政治的に難しくなる。だから僕は、シナリオ B の長期化リスクを 40% 程度と見ているのだ。楽観できない状況なのだ。今日の話で一つだけ覚えておいてほしい数字があるのだ。90日なのだ。日本の石油備蓄が尽きるまでの時間、そして封鎖が長期化した時、あなたの食費が年間どれだけ増えるかをコメント欄で予想してほしいのだ。4万円か、8万円か、それ以上か、1ヶ月後に答え合わせをしようなのだ。チャンネル登録と高評価も、ぜひよろしくなのだ。